皆さんの周りにもいらっしゃると思います。ザ・負けず嫌い。今日はそんな負けず嫌いのバイクを紹介したいと思います。以前紹介した私の錆びた軽トラ、俺の方が錆びてるぜ、そんな連絡をもらった後やってきたのがこのバイク。世間にバイク好きが受け入れられない原因はそんな負けず嫌いな性格も原因かもしれません。それでは錆びたバイクを前に興奮する2人をご覧ください。なんていうのかな、スプロケットつけるベースみたいのが別にあるじゃないですか。はそれがこいつは今一体の構造になってて、それが別体のやつが使えるかどうかをね、あ、は今日届くんで、それをあ、明日実は有給取って出してやろうかと思ってるんですよ。ゴミみたいなバイク、ゴミみたいなバイクやるために有給取ってるの？そういうよりね、怒られちゃうの？どっちみち年一取らなきゃいけないんで。あ、逆にね。違う、あとどうせ取るならねっていう話ね。あとこれのブレーキがこれ特殊なんですよ。調整が何もできないんですよ。長さ。でもあれだ、カムずらしてきゃいいだろ。まあそうなんですよ。これね、でもね、1個カムずらすとね、つかないんですよ。あ、そうなんだ。そう、それは当然できると思ってやって。でもゲートチェンジでなんかはまるようにずらしても。なのでね、これもね、1個の後期型のやつだとそこが調整できるんで、それを安く買ったんで。自転車と一緒じゃん。自転車のちょい調整がついてるぐらいの感じで。こいつのブレーキワイヤーがないんですよ。なのでやっぱ後期型かなんかのやつに変えないとワイヤーが選べない。全然関係ないけど、ハブのブラシ逆に今見ると可愛い。そう昔よくありますよ。自転車でもよくつけてて、ね、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。これ青森から来たんですよ。どれがバイクが？なんか東北とかって結構あるよね。だけど送料が高そうだもんで、でね、悩んじゃうと。それの売り主が、東京の青梅だったもんで、でそっちで一人っていうことで、青梅ぐらいならいけるなと思ったんですけど。いけるね。これどうやって止まってる？そんなとこ行ってる。すげえな、センタースタンド自体も変わってる。センタースタンドはこれね、本当は変な風に溶接したんですよ。本当はこれ下だよね。そう、そう。これだよね。それ直そうかなと思ったんですもう完全に腐ってないのはあれだね。それで変な風に溶接してあるの。なんでこんな溶接の仕方したの？でもなんかこれも希少だけど。このゴムの長さのなんか見たことない。インナーサイレンサーはついてないですよ。まあ結構多いじゃん。でも丸くこうして最悪作ればいいじゃん。まあね、最悪。なんで売ってるやつ改造すれば作れるかな。まあいいじゃん。素敵。ライトもついた、ウインカーも片方ついた、テールランプもついた、ブレーキランプもついた、セルもまたホームに行ったんで、ベンツ系は多分火も通そっか、ピックもしてるもんね、あれる。キックもあるし、セルもあるし。で、変な音しないもんでいけそうって感じ。なんとなく。ラムのバンプ今は何？すごいじゃん。日立なの？日立のプラグついてる。じゃあどんだけ使われてこなかっていう。何年これね眠ってたかわかんない。多分距離も一緒じゃないかな。でしょうね。プラグ変えるもんね。かわいい。棒だらけでフェンダーの中だもんで、多分ドローンパスにしてたんだと思うじゃん。もうでもちょうどいいくたびれ具合で。完全に腐ってもげちゃう感じでもないんで。
写真で見るとわからんけどね、直接見に行ったらもげちゃうようなバイクいっぱいあるからこういうのって。欠点がね、ほぼなかったんでね、それで決めたんですよ。なるほどね。いいんじゃない？俺の兜同情してるから。よっしゃそれずっとあったやつ？ー。ずっとあって。あれじゃん、ハーレーと一緒に。あずっとなってきた。はい。これを後ろ持ってくれるっていうのはもちろんです。もちろん。結構ああいう3気筒の音聞くよね。しゅうちゃん。わらわらわら2サイクルの3気筒。結構走ってるんだなと思って。で、ツーストリー集合ってあんまり理解できなかったんだけどさ。理解できない。もうまあまあ理解できないんだけど。九州ばっかやってる。あそこで、ね、よくしゅうちゃんつけてるんですけど、やっぱ音だけで見ると、あ、いいなと思う。3気筒じゃないとあそこ出ないですよね。まあでもそれで言ったらさ、多分ジムニーとかそう当然さ3本出しになってるわけないの。2本出し3本出し。集合っちゃ集合なんだ。そうなんでいいかと思ったら、多分ジムニーのね、鈴木の音でそうイメージがね。そう聞き慣れちゃってるもんね。なんでここにいてももちろん3気筒のバイクもそうだけど、絶対ジムニーだなとかって思うこと結構ある。そう。3気筒悪い。そう。パワー的には出てないのかもしれないけど、悪くないなと最近思うよ。遊びで乗るときはお金あったら買ってもいいんです。キャリーってことですね。そう。その年代のやつがあって、バイクと変わんないから。エンジンですね。かもしれないけど。かかるでしょ。だからいつも言うことだけど、ずっと歌ったら2サイクルのシリンダーピストン冷めてるからシリンダー絶対冷めてる。分かってます。それを1回開けるか開けないか。そう。それも考えてね。それと多分同じエンジン実は持ってて、間違えて、超安い値段でレストランで他のエンジンと間違えて買っちゃったやつがあって、何件も一緒でも多分一緒だと思う。そうです。エンジンの刻印の頭の番号が一緒だったんで、多分一緒だと思うんですよ。なるほど。いざとなればそれもあるな。本当だったら上ばらして錆び取って、クランクケースは混合湯みたいなやつで、何回かゆすぐぐらいがベストな感じする。そうです。もちろん電バラがいいけど、なんかイメージ的に思い浮かぶやつってさ、しばらく乗ってた後になんかリードもしだすっていうイメージで。まあ、その時はバラそうで。どこまでやるか。クランクケースの中もなんか錆びてくる可能性ある。最初いいけど、時期に。その錆の粉をゆすいどくだけで大丈夫よと思いましょう。
当たりだな。それは当たり。そう。今日中でも病気じゃん。なかなかこれ見ていいと思って買う人なかなかいっぱいいます。ごめん。どう見ても当たりには見えない。まあ外れとは言わんけど。いや、前回ポノス買った時にね、外れですか。まあ結局エンジンはまあ全然重かったんでいいんですけどね。欠品においてやっぱ苦労するなと思ってたんで。欠品を覚えてくる。そう。どうせ買えばいいやと思ったらない。ない出てりゃね、やろうか。なんかちょっとした部品がないとばかりに進まなくなっちゃう。いいバイク乗ってるな、ヒル。は完全に見てる。あ？ MT 系の。そうだね。